ついに明日からは私たちフランスに行くんですが、今回僕が持っていく荷物をご紹介したいと思います。今回チャレンジしたいことがあるので、本当はね別でやる企画があったんですけども、それがちょっと流れてしまったので、別の企画を考えてフランスでやっていきたいと思います。What's in my bag をねやりたいと思います。エビフリャーダがね、違う、手羽先だった。あんたエビ食べれんしね。まずめちゃくちゃ名古屋の食べ物出てきてるけど、だってもうしばらく食べれんよ。めちゃくちゃ名古屋弁やん。まあ一本と毎本と考えにつかないかんよ。これが出てくると毎日名古屋では手羽先食べてるんじゃないかって思われる可能性もあるんですけど、そういうわけじゃないですからね。そうです。Beat Nido, that's the vibe I trust. Best on YouTube, yeah, you know that's us. はい、というわけでですね、今回私が持っていく荷物はこちらでございます。はい、おじさんのですね1ヶ月の旅行の荷物の中身、気になる方多数いらっしゃると思ってますんでご紹介していきたいと思います。おじさんと言ったらですね、やっぱり服はたくさんね持っていかないといけないんですよ。匂いの問題が出てくるんで。とはいえ T シャツは、明日着てくものも含めて5枚ですね。これは去年の夏誕生日プレゼントでいただいたエレネストワンダラーっていうね T シャツでございます。安井家にいただいた T シャツでございます。パニはね乾燥してるからね、洗濯はすぐ乾くからね。そうですね。これあとね、僕がもう一番気に入ってる T シャツなんですけども、ゴーヘンプの、コトン T シャツ XL めちゃくちゃ気に入ってるんで。それ内藤さん同じの何個持ってる？ 5枚持ってます。6枚かな。靴下パンツも、計全部で5枚ずつですね。はい、おじさんのパンツ靴下は別に見る気ないと思いますんで特に見せませんけどね。はい、であとはですね、こちらが、服なんですけども、なんとこの服これで収まってます。こんな件でどうやってやっていくんだと思われると思います。まずパンツからご紹介していきましょう。パンツ、こちらがですね最近めちゃくちゃ気に入ってるマリンパンツってやつですね。これちょっとねシワになりやすいんで、履く時はですね3時間ぐらい前から履いていくと伸びるっていう方法を見つけまして、これオールツっていう沖縄のブランドなんですけども、そちらのマリンパンツでございます。これは一丁羅です。一丁羅の時に着るやつです。そして、これが普段どんな時でもね、昨年も持ってたんですけど、これもゴーヘンプのパンツですね。こんなどんなタイミングでも履けるようなアウトドアでも履けるパンツですね。そしてこれも一丁羅ではないんだけどめちゃめちゃ履いている、本当によく履いてます。よく出てくると思います。もう3年ぐらい履いてるんですけども、グラミッシュとホワイトマウンテングラミッシュとホワイトマウンテンエラニングのですねパンツですね。もうこれ本当に気に入ってるんで、もう1枚欲しいんですけど見つからないんです。欲しいんです。パンツは、この3つですね。あとは明日着ていくスウェットのみです。そして上なんですけども、以前もご紹介してるんですけども、空飛ぶ羊さんのニット、これ1枚ね持ってくと安心なんで、こちらは持っていきます。重ね着もできるっていうこともありまして、であともシャツがですね3枚ですね。これも先ほどご紹介したオールズのですねシャツでございます。最近購入しました。素材がこれ何シャツっていうんですかね、こういうのってベロアっぽい素材なんですけど、ベロアのちょっと薄手みたいな感じの素材ですね多分。スウェードっぽい、近いかもしれない。薄いスウェード、ベロアっていうよりすっごい上質で滑らかな。はい。あとは最近めちゃくちゃ気に入ってるシャツなんですけども、カネマサフィールというですねシャツ、ちょっとねオーバーサイズっぽく着れるシャツなんですけど、昨年購入したやつがこれですごく気に入ったので、こちらも購入しちゃいました。半袖バージョン、なかなかねいい色味なんで、またフランス行った時に着た時にご紹介したいと思います。というシャツは3枚で挑みます。シャツしか持っていかない。あとはもう T シャツで過ごします。これ一応去年もう紹介したんですけども、 Amazon で出てたこれリクセアって読むのかな、いろんな雑誌とかでもね取り上げられている、圧縮袋という感じでもないんですけども、コンパクトにまとまる、収納
袋ですね。はい、でこれが、昨年ユニクロで購入した、僕はあんま知らないんですけどニードネスっていうのと、ユニクロとのコラボのフリースで、めちゃくちゃあったかくて、このシリーズ僕すごく気に入っていてめちゃくちゃ着てるんですよ。で毎年買ってるんですけど、昨年購入したやつがこれなんですが、これも気に入ってるんで持ってくんですけど、まだね夜はちょっと寒いということでこういうちょっと夜は寒いということで生活感がひどいな1枚ねあったかいもの持っていけば大丈夫かなと。であとは一応僕ランニングをしようと思って、まだ腰痛めてますけどランニングをする予定でございまして、はい、自分の作った、ビート内藤のキャンプキャップと走る用の、あと水着にもなるこれってなんていうの、ショーツというんでしょうか、こちらを使います。あとはねこういった時に手ぬぐいとかって結構使うんで便利なんですね。手ぬぐいあんまりねフランスには売ってないと思うんですけど、この体をゴシゴシ洗うこれねやっぱね持っていかないと綺麗に体洗えませんので、こちら持ってきます。そうでランニングもするということで一応ランニングシューズも、入っております。ミズノのですね、ウェイブライダー10っていうねやつをランニングで最近使ってるんでこちらを持ってきます。一応ですねこういった雨具、これカッパですね、ダナーのカッパ、これもねずっと使ってますね。気に入って使っております。あとはですね化粧ポーチですね。男性なんでひげ剃りとか、あとスキンケアとかワックスとか、なんでか知らないけど醤油が出てきた、間違えたここはねそんなあれですけど、一応僕サプリも取ってるんでサプリとかワックス、化粧水と乳液っていう感じですね。フランスだとリュックね一応あると結構便利なんで、軽く使える、サンシャインクラウドというですね、奄美大島であったり、鎌倉葉山とかにあるブランドなんですけども、そちらのリュックでございます。であとは汚れ物とか、あと水からも守れるたりとか、洗濯とかでも使えるそうなんですけども、こういった、圧縮袋といいますか、汚れ物とかをね、別々にするやつも一応1個持っていこうかなと思います。これ結構ね便利だったんで今年も持っていきます。で今回ちょっとこれ昨年一番よく使ったって言ってたサコッシュめっちゃ使ったんですよ。使ってた。はい、とにかくめちゃめちゃ使ってたんですけども、ちょっとねやっぱり容量不足だったんですよね。あともうふにゃふにゃなんでこんなんで今回こちらですよ。これどこって言うんだよ、これトポロギ、有名なとこですよ。僕あんま知らなかったですよ。トポロギって読むんですかね。ボトルホルダー付きのショルダーバッグで、それの L かな、ちょっと大きめのやつを選びました。ショルダー部分は別で購入しまして、これはねトポロギのやつじゃないんですよ。すごいかっこよかったんで、あといろいろねギミックがついてるんでこちらをつけていく予定です。で中もね結構マチがあって使いやすそうなのと、あとボトルホルダーがついていて、ここにペットボトルとか、今回僕はこのですねサバイバル用のボトルをサバイバルワークショップで購入したんで、これでろ過してお水を飲みます。あとは昨年も紹介したパスポートホルダーですね。あとはもうバンテリンの腰痛用の腰のサポーターもね一応持ってきます。それと話したんですけども、前回僕サバイバル体験っていうのをやってまいりまして、サバイバルのワークショップですね。せっかくなんで今回私もフランスでアウトドアしたいなと思ったわけです。そしたらね結構ねやっぱアウトドアするためには荷物が増えちゃうんですけども、荷物を極力少ない状態でもキャンプができる、ブッシュクラフト的なやつがあるんですけど、それに近いことをねやってみようと思いまして、かなり荷物を制限して、それがこいつとこいつなんですよ。この2つでなんとキャンプをやります。でこっちがタープ、あと寝袋、あとエアベッドとかが入っております。中身を1個ずつね紹介する。フランスに行ってキャンプする際にご紹介するんですけども、今回軽くですねどんなものを買ったか紹介していきたいと思います。まず1個目、これベッドですね。エアベッドラットっていうのかな、ラットのウルトラサファイア英語苦手なのか 4.5 というねやつでございます。これはエアベッドで、一応 4.5 っていう数字が耐熱性といいますか、寒いところでも使えるレベルがあって、比較的5ぐらい近い、5に近いとより寒さにも対応しているっていうベッドらしいです。今回ちょっとこれ購入してみました。そしてこちらはなんと
椅子ですね。重さが確かね 400g 切ってたのか。ヘリノックスのチェアゼロ LT ですね。確か昨年出た椅子なんですけど、まあ、今後僕ね登山とかもやっていこうという気持ちに最近なってまいりまして、まあ、その時にもね使えるかなと思いまして、こちらのヘリノックスの椅子、はい、購入しました。そしてなんとこの中にはまだねこんなものもあります。寝袋です。こちらがリチウムって読むんですかウルトラエア、なんとこれで 250g で、まあ一応使える温度としては3度から15度で使えるよと、まあ、今回ボルドーでキャンプしようと思ってるんですけども、ボルドーの夜の気温がだいたい6度、夜が結構冷え込むんですよね。ボルドーじゃなくてパリね。パリか。ボルドーはもうちょっとだけ多分あったかいよね。ということで、まあ、ギリギリ使えるだろうというやつを選びました。そしてまあ今回ねテントにもなるし、まあほぼタープにもなるっていう、まあ、DD のスーパーライトタープというやつですね。こちらでございます。これもね結構軽いんですよ。ちょっと重さ忘れちゃいましたけど、重さが多分ここに出てると思うんですけど、すごいでしょ。この中になんと椅子、テント、寝袋入っちゃってますから、まあ、この中にまあギリギリ収まってるっていう感じですね。そしてこちらが、キャンプ用品、食器とかナイフとかそういったものが入っております。今朝ですねこのバッグ、ちょうどいいバッグが壊れたんですけども、まあ、ファスナーのあれなんかバカになっちゃってここが外れちゃって閉まらなくなるみたいなことがあったんですが、ワイフ内藤さんが直してくれました。すごいよね。動画撮りたかったなでまず、まあ、大体これが 20m ぐらいあるかな、20m ぐらいのロープ、そして、調味料入れでございます。で調味料なんですけども、昨日ワイフ内藤さんのお父さん、薫お父さんに会いまして、スパイスもらったんですけど、堀西をもらってちょっと舐めたんですけどめっちゃうまくて、名古屋八丁味噌のね選別で渡されたのがこちらのアウトドアスパイス、それも名古屋バージョン。まあ、あと、現地に行って調味料を詰めようかなと思ってます。基本的なキャンプ用品が入ってまして、ナイフ、トング、まな板、グローブ、あとスケール。まあ一応ね、コーヒーとか飲んだりする時用のスケールとコーヒーフィルター、そしてライト、ゴールゼロね。ちっちゃなノコギリ、皮膚希望、調理用のナイフ、スプーン、箸、そしてファイヤースターターとなっております。そう、あとは、まあ、ちっちゃな網もね一応持ってます。はい、お家の庭でやる予定なんで焚き火台を持っていこうかなと思っていて、もう焚き火台はねやっぱりで、ちなみにこれは耐火マットになってるんで、これをマットにできるという感じですね。で焚き火台は、まあ、いつも一番軽くて使いやすいのがもうピコグリルなんで、まあ、ピコグリルを持っていきます。うん、まあ、他にも持ってるんですけど、やっぱり一番軽くて使いやすいんでこれですね。で細かいのはねまたちょっと紹介したいんですけど、ここにはエバニューではなくてスノーピークのチタンマグに、中にはですね一応バーナー、そして向こうで充填できるっていう、向こうのガス管からこれ充填できるやつなんで、まあ現地に行ってガス管を買ってここに入れるっていう感じですね。っていうね、この中にロマンがめちゃくちゃ詰まってるんですよ。また使った感想はね皆さんにご紹介したいと思います。まあ最低限ですね、まあ、鍋とフライパンが必要になってくるので、今回持っていくのはパーソナルクッカーってやつですね。まあフライパンとお皿が2個ついてて、まあ、中にですねこの先ほどのエバニューのストーブと鍋が入ってます。計3つですね。でこのエバニューの中にはなんとまあ皆さんご存知だと思うんですけど、これストーブがあるんですけど、そのさらにアルコールバーナーの中にこの黒いやつ、これ何かというとボトルですね。まあ通常じゃあアルコールボトルかと思うと思うんですけど、エバニューのここにぴったり入るボトルなんて僕発見できなかったんですよ。まあなので 3D プリンターで作りました。すごいちなみにね作り方今度また皆さんにご紹介するんですけど、僕これ実際フュージョン360で作ったわけじゃなくて、クロードっていうね生成 AI があると思うんですけども、それに自分がこういうものを求めていてっていうね写真を送って、そしたらこれを作ってくれました。だからもう自分でねわざわざ 3D モデリングしなくてもある程度のものできちゃうんですよ。すごい世の中になりましたね。でぴったりという感じですね。まあスタッキングもまあギリギリちょっと浮くかなって感じかな。ゴムバンドで留めて、
アウトドアで使うであろうニット帽ここにかぶせることでガチャガチャ音もしなくなるという仕組みです。ついに私海外でキャンプするようになっちゃいましたから。でモバイルバッテリーなんですけど、もう一個充電器は持っていくんですけども、このフィリップスの、モバイルバッテリー兼充電ができるですね、確か 40W までいけるんだったっけな、こちらをですね持っていきます。あとこれ Apple Watch とかも充電できたりとかするので、ライトニングケーブル、まあ僕今ライトニングケーブルはほぼ使わないんですけども、ライトニングケーブル USB Type-C のケーブルがついてるやつですね。でさらにここで Apple Watch を充電できるという仕組みでございます。 Mac とかも充電できるそうなんですけども、ちょっともしかしたらワット数がちょっと足らないんであんまり Mac には良くないかもしれないんですけども、あとこれ 15000mAh の、モバイルバッテリーとなっております。まあそれをここに忍ばせてね行く予定です。まあ AirPods Pro 3を持っていく予定です。まあなんだかんだね、まあこれにしようかなと思いました。でこれがね、いつも僕が使ってるマイクですね。ゼンハイザーの MK600 ですね。MKE600 なんだっけこれ XLR MK3 みたいなやつと、あとはまあケーブル類がこの中に入ってるって感じです。やっぱりなんだかんだマイクはゼンハイザーなんだかんだマイクはゼンハイザーのマイクが一番いいなと思いますね。皆さん疲れてんのよ内藤さん。内藤もね疲れてるよ。まあハードスケジュールだったから。でこれが今回持ってく三脚なんですけど、これがね結構重いんだわ。かなり使えるんじゃないかなと思って、これがコーマンっていうところの、まあ、一脚ですね。一脚なんだけどもこの足がついていて、ちょっと取ってもらおうかな。いい？一脚なんですけど、まあ、めちゃくちゃ使い勝手のいい一脚になってまして、一脚なんだけどこの足がつくことによってこれ三脚になって、さらに、ここをこうやると上にですねウィーンと片手で上がるんですよ。で高さがこのぐらいまでいくんでプッシュしてはいってやると上が外れまして、今ここを外したんだけど、でこれを取り付けることによって、まあ、低い位置でもガチャってはめれば撮影できると。でさらにここに足のロック、足で操作するロックがあるんですけど、ここの部分に糸島行った時に高島亮也氏が紹介していたと同じような一脚ってやつなんですけど、まあ、ブランドは違うんですけど、そうでこれ足をこう入れるとここがですねこう回るんですよ。なんだけどやっぱ雲台が僕が今回選んだやつがついてなかったんで、雲台だけビデオ雲台っていうのをスモールリグから出てるやつを購入しました。まあ、カメラついてないんであれなんですけど、こうやってねカメラの向きを変えたりとかができるんで、そうだから今回ワイフ内藤さんの展示会もあるし、あとはその料理のワークショップもありますんで、その時の撮影に、まあ、こういった使い勝手のいい一脚兼三脚ですね。ヘイ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 っていう三脚です。まあいつも持ってっているのがあれはピークデザインのカーボンの三脚が多分1キロ弱ぐらいの三脚があるんですけど、まあ、あれでもいいんですけど、あれってやっぱり普通の三脚って足が広くなっちゃうんで狭い場所での撮影って結構難しいんですよね。通常の三脚と比べて全然やっぱちっちゃいんで、安定性は基本的にはこの高さで離れるのは非常に怖いですね。そうだね。要は下に重しとかね。多分誰かが当たったら倒れるもん。ちょっとそこだけが心配ですね、一脚の。まあこれで全部の合計で23キロでしたね。まあカメラとかは機内持ち込みするのであれですけど、預け荷物でほんとぴったり23キロでございました。オズモアクション6ですね。でまあ多分これが今回も一番よく使うと思うんですけども、でさらにネックマウントですね、こちらをつけて、まあ基本的にはもうこのスタイルで撮影する予定です。まあその理由はですねこちらの動画をご確認ください。そしてねさっきからずっと登場してくれてるのがオズモポケット3ですね。最近4が出たりとかしてるんで非常に気になってるんですけども、もしかしたらレビューさせてもらえるかもしれないので乞うご期待ということで、はい、プラスでこれつけました。ウランジのこのピコピコのやつね、これめっちゃ便利。
すごい気に入ってるこれ。まあレンズは今回はね、2470、今回別に宿の撮影とかがないので、もう今回はこの24701本 55mmF1.8 のソニーのレンズ、カールツアイツのレンズをね持っていきたいと思います。あとはこういったね AC 電源とかバッテリー類ですね。カメラ用のバッテリー、SD カード、アクションカメラのバッテリー、これは今充電器。これだけでですね動画1本になっちゃいそうな感じなぐらい紹介しました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトとワイフナイトでした。明日も続くよこの動画。結局これ1本になっちゃいましたね。いいの乗っちゃって。What's in my back。これ都築さんのやつだから大丈夫。大丈夫じゃないでしょ。ちょっと待って、これそれは何？ごく一部。ワイフ内藤さんの横幅よりも横幅大きいけど大丈夫これ？